こんにちは、レイウッド開発の K です。今回の動画はですね、最初にお断りしておくと、WPL のカスタム中毒にかかっている方向けの動画となります。もう、沼ですね。沼にハマっちゃってる人向けのカスタムパーツの紹介です。なので、ライトなスタンスで、この中で言うと、これぐらいの感じですね。こんな感じのライトなスタンスで、どちらかというと、シャーシっていうよりは、ボディとか、そっちの方のカスタムとかで WPL を楽しみたいよという方は、あまり見ない方がいいかもしれないです。もし、ぜひ見ていただきたいんですけど、もし見ていただいたとしても、世の中には、WPL のシャーシの方のカスタムで、ここまで、ハマっちゃう人もいるんだな、みたいな。結構奥が深いんだね、みたいな。それぐらいの感じで、見ておいていただけるといいんじゃないかなと思います。で、どんなパーツを紹介させていただくかというと、まずこれ、リフトアップフレーム。あとは、アクスルサーボマウント。これちょっと写真で出しておきます。あとは、そのアクスルサーボマウントを取り付けた時に必要になるステアリングリンケージセットっていうのがあるんですけど、この3つですね。3種類を紹介させていただきます。で、まずですね、その3種類のパーツっていうのが、それぞれどんなパーツかっていうのを最初に紹介させていただいて、さらにその後にですね、その3種類のパーツを実際に車体に組み付けていくところもですね、やっていきたいと思います。あと、ご購入前にですね、注意していただきたい点として、今回ご紹介させていただくパーツは、どれも上級者の方向けという商品になっていまして、あと調整ですね。調整だったり、そのための加工の作業も必要になりますので、それらの点はですね、あらかじめご了承いただいた上で、そういったところが心配な方は、今回の動画もご購入前にですね、確認していただいて、大丈夫そうかな、できそうかなっていうのを事前に確認していただいた上でご検討くださいということでよろしくお願いします。はい。じゃあまず3つのパーツの紹介からしていきます。1つ目は、これですね。この C1424 用リフトアップフレーム。これが上級者向けです。で、名前の通りで C1424 系の、専用のパーツです。メタルアップグレードパーツセット。あとはメタルリンケージですね。これの併用が前提となっていますと。あとは、リフト量によっては各リンケージの取り回しの見直しが必要です。組み合わせるギアボックスとリフト量、どれぐらいリフトするかっていうのを、穴がいっぱい開いてて、この穴の位置でですね、ある程度調整できるんですけど、そのリフト量によっては、プロペラシャフト、ギアボックスから来てる、この、プロペラシャフトですね。この角度がきつくなりすぎて、うまく駆動しない場合があるので、その可能性があるので注意してくださいと。で、その他にもいくつか注意点はあるんですけれども、結構細かいので、その辺はですね、実際に購入ページ、商品ページの方に記載させていただいてますので、そちらもですね、合わせて確認していただければと思います。で、一応こういう人におすすめですよっていうところで言うと、メタルアップグレードパーセットを、まず付けましたと。で、さらにリフトアップリンケージも付けましたと。でも、もっといじりたいですと。もっとリフトアップしたいですと。そういう人向けですね。なので、さっきもちょっと言ったんですけど、結構ライトなスタンスで、WPL ですね。楽しみたいんだよっていう方は、全然手を出さなくていいんじゃないかなと思います。で、逆にもう、がっつりカスタムして、どんどんいじりたいと。で、特にこのフレームに関しては、リフトアップですね。リフトアップがかなり、できますので、その辺をですね、どんどんやってみたいという方は、ぜひ、これを取り付けてカスタムするっていうところですね。やってみていただければと思うんですけれども、ノーマルのフレームが、一応ちょっと見比べておくと、これがノーマルです。で、こっちが、そのリフトアップ向けのフレーム。で、結構前になっちゃうんですけど、実はこれ、開発する前に、開発中かなの段階で動画1回上げていて、で、皆さんにもちょっとご意見いただいたりしながら、
そのまま開発を進めて、今完成してこの状態になったっていう状態なんですけど、この後実際に組み込んでいくんですが、ちょっと事前にこのフレームだけの状態で簡単に説明させていただくと、向きがすいません。これ反対だった。これが同じ向きですね。この感じです。まず、ばらしたことがある方はわかると思うんですけど、ある程度ですね。ここに、ショックを取り付けるんですね。この、ショック。これの根元が、ノーマルフレームだと、ここに来るんですけど、そこがですね、こんな感じで、元々の穴の位置がここ。で、1個、2個、3個追加されてます。で、あとは、ここですね。この、サスペンションの、サスアームですよね。サスアームの付け根。このサスアーム。これの付け根。ここの部分が、純正だと、それぞれアッパーアームとロアアームの1箇所ずつだけなんですけど、それが標準の位置に対して5ミリ下ですね。5ミリ下に穴を開けてあると。で、これによって当然足の付け根自体が下に下がるんで、下がるってことは、当然下は地面なんで、このフレームの方がこう上がるっていう感じですよね。なのでこの取り付け位置を下につけてあげると、この差の分だけ車体は上に上がって、リフトアップされるというような感じになってます。で、あと一応これほとんど使う人いないと思うんですけど、一応開けといたって感じで、ここにちっちゃい穴が開いてます。これは2スピードミッションの穴、取り付け穴を上にずらすことができるんで、一応ミッションをこう底上げすることもやろうと思えばできるようになってますが、ここはですね、もう本当に上級者のさらに上の人用っていう感じです。なので、基本的にはここはちょっとご案内しないんですけど、なんでかというと、ギアボックスを上に上げちゃうと、今度、このボディの形状にもよりますけど、基本的にはボディに思いっきり干渉しちゃうんですよ。で、もうそこを思いっきりくり抜いてでも、ギアボックスを上に上げて、で、腹下の車高ですね、最低地上高をこうかさ増ししたいんだと。そんなような、もうかなりいっちゃってるカスタムですよね。そういうのをやろうっていう人に、良ければ、おすすめしないんですけど、良ければ、使いたかったら使ってくださいみたいな穴なんで、ここは基本的にあんまり気にしないでください。で、あと、リアも一緒ですね。こんな感じで、フロントと同じで、元々の穴位置はここなんですけど、そこに対して、3つ追加されてますと。で、この同じ高さのところに穴が開いてるんですけど、これはですね、結構よく、いただくご質問で、この C1424 系って、これがまさに今そうなってますけど、この、ショックの取り付けが、しっかり垂直になってないんですよね。ちょっとハの字、逆ハの字になってて、これは構造的には、この、間違ってないんですよね、実は。この、サスペンションのサスアームの動きっていうのがこうストロークした時に、ここを中心にこう円運動、円を描くように動くんで、それに合わせてこれをこう垂直、その円を描く、こう弧を描くんですよ。この弧を描くんですけど、その描く弧に合わせた角度で取り付けられてるんで、そうするとこのちょっと逆ハの字になっちゃうんですよ。これでこの円運動を垂直に受け止めてるっていう状態なんで、こうしっかりストロークさせると、実はちょっと今ちょうど見えなくなっちゃうんですけど、その時点で結構垂直になるみたいな、そんな感じなんで、これ間違ってはいないんですけど、僕もその気持ちはよくわかるんですけど、なんか気持ち悪いですよね。あんまり格好が良くないというか、できれば垂直になっていてほしいなみたいな。結構そういう要望の方が多かったので、今回このリフトアップフレームに関しては、機構上のその効率よく円の弧を受け止める向き、ちょっと斜めっていう風にするよりは、見た目を重視して垂直になるようにっていうような位置。きっちりではないですけど、ある程度垂直になるっていう位置で、ここに穴を開けてあります。なので、同じ高さのところでも、こっちを使うことによって、こう、ショックの倒立の状態ですよね。垂直に立つっていう状態を
この位置を使うことによって、再現できるっていうような感じになってます。なので、一応同じ高さのところにもこう穴を開けてあると。で、あとここの穴の位置ですね、もうちょっと微調整してあって、刺すの動きがよりスムーズになるようにっていうところで、ちょっとこの辺、しっかり話し始めると長くなっちゃうんで、細かいところは割愛するんですけど、とにかくスムーズに動くようにっていうので、この上の穴と下の穴の位置をちょっとずらしてあります。こうよく見ると、こっち側は、下の穴より上の穴の方がちょっと右にずれてて、で、こっちは、下の穴より上の穴がちょっと左にずれてるっていうような感じになってるんですけど、ただですね、今回ちょっとこんな感じで足がよく動くようにしたっていうので、元々のサスアームはちょっと使えなくなっていて、これですね、こんな感じで、サスアームもメタルリンケージにされているっていうのが前提になっていますので、ちょっとその点はですね、ご了承くださいと。ただ、正直このフレームにこう手を出すような人は、もうおそらくですね、当然メタルアップグレードセットは組み込んでますと。こんな感じで。で、メタルリンケージセットも組み込んでリフトアップしてますと。で、まだいじりたいっていう人が前提になってるんで、この取り付けた時にですね、メタルリンケージ。これアッパーアームとロアアームのそれぞれ長さの微調整ができますので、この微調整をして、このアクスルの横から見た時の向きですね、が、こう上を向いちゃったり下を向いちゃったりしないように、なるべく垂直になるようにっていうので、ちょっとこのあたり、実際後で組み立てやっていきますので、その時説明しますけど、でその調整ができるのを前提として、このフレームですね、は、ここの穴の位置、ちょっと斜めにしてますっていう。ちょっと話がすいません。ちぐはぐになっちゃいましたけど、とにかく、このフレームですね。リフトアップフレームを使う方っていうのは、すでに車体がですね、メタルアップグレードパーツセットをつけてます。で、さらに、メタルリンケージセットも、組み込んでます。その状態を前提という風にさせていただいてます。はい。じゃあ、ちょっとこの部分だけで話が長くなってしまいそうなんで先に進めていくんですけど、もしですね、もうちょっと聞きたいなとか確認しておきたいなっていうことがあれば、ぜひコメント欄からご質問いただければと思います。はい。じゃあ次のパーツなんですけど、次のパーツがですね、C シリーズ専用アクセルサーボマウントキット。これは実際ちょっと取り付けてある車体になるんですが、まずちょっと一通り紹介すると、上級者向けですと。これはさっきのと一緒ですね。で、一応カッコ書きで、シャーシー、デッキ部分の大掛かりな加工が必要ですと。これ、今回実際やっていきます。で、あとアクセルの上にサーボをマウントできるっていうパーツ。で、これもさっきと同じですね。メタルアップグレードパーツセット装着車用。で、あとはステアリングを切った時の車体の揺れ対策。これがですね、多分実際にやってみた方が早いと思うので、ちょっとやってみますね。こっちがアクセルサーボマウントを取り付けてない車体。で、この揺れって何かっていうと、これですね。皆さん見覚えないですか？この WPL の車体。これ WPL の車体に限らず、クローラー系の車体で、このフォーリンクサスって言って、ここ4本の棒で繋がってて、で、サーボが車体側にマウントされてますっていう。この仕組みの車体はどれでもこうなっちゃうんですけど、シャーシ側、車体側にサーボがついてて、で、そこからこのリンケージが伸びて、ステアリングを操作してるんで、この棒で、要は、ここを押すんで、こっちも跳ね返されちゃうんで、その影響でですね、これぐらいだったらあんまり影響ないんですけど、結構あるな。思い切りこう左右に、右左とかってやると、もう踊ってんのみたいな。ちょっとこれ可愛いんですけど、踊ってんのみたいな感じで、この車体が揺れちゃうんですよね。で、これがなくなりますと。こっちやっときますか。こっち同じように右左でやってみますね。こんな感じで、だいぶ揺れが、結構揺れるな。これ、ちょっと説明難しいんですけど、この揺れは、ですね、さっきの、ロッドでこう押した時の跳ね返りでの揺れじゃなくて、単純にこのタイヤでちょっと地面をかいてる状態なんで、それで揺れてるだけです。なので、説明難しいですね、これ。
こうすればいいか。浮かしてると、もう全然影響受けてないですよ。どんだけ切っても、サーボがアクスルの上に乗っかっちゃってるんで、もうシャーシに何の影響もないですね。このステアリングすることによって。もう一回こっちも同じ条件で浮かして。こっちがわかりやすいか。こっちが、こうやって引っ張りすぎると、動いちゃってますよね。こうやって。こっちはあんまないんですけどね。これがこの揺れにつながっちゃうんですね。こうなんか下がりますよね、こうやって。これが、こうなくなりますよっていうのがメリットの一つ。で、あとは、低重心化。まあこれはもちろん、車体に、シャーシ側にこうサーボが乗ってたのが、アクセルの方に移るんで、重心は下がりますよね。低重心化。で、あとは左右の切れ角の均一化。これは、この、元々のシャーシ側にサーボをマウントしてるやり方だと、サーボがこうちょっと斜めになってますよね。で、ここから、よくこの話してると思うんですけど、直角に、ここに結ばないといけないですよね。だから、ここのステアリングリンケージ、このロッドって、こう、支点と支点、この繋がってるとこと繋がってるとこを結ぶと斜めになってますよ、こうやって。その斜めになってるこの点と点を結んだところが、こう直線になると思うんですけど、その直線に対して、このサーボ本というのは垂直になっていないといけないですね。で、これで一番左右の切れ角のばらつきっていうのはない状態にはなってるんですけど、どうしても、ここが斜め、でここに斜め、で、ここから右に切っていった時と、左に切っていった時で、どうしても、ここを結んだところが、こう右と左で、ちょっとずれちゃうんですよね。ここも、なんか、数学の授業みたいな話になっちゃうんで、図形書いたりして説明しないといけなくなっちゃうんで、ちょっと、詳しくは割愛するんですけど、まあ、とにかく左右の切れ角が、ずれやすい機構になってますと。で、もちろんそれをですね、プロポの設定で EPA、エンドポイントアジャストって言って、まあ、その機能を使えばかなり軽減することはできるんですけれども、それをそもそもまあ物理的にというか、機構上、右と左のズレが少なくできるっていうのが、まあ、このアクセルサーボマウント。これはもう見ての通り、サーボホーン垂直ですよね。なんでかっていうと、ここが垂直にできる、水平にできるから。今2本並んでますけど、この下の棒じゃなくて上の棒の方ですね。このサーボホーンのこの先から、ここに結ぶ、このステアリングリンケージ。これが、こう、ほぼ水平になっていて、でそれに対して垂直っていうところで、これが単純に右と左に揺れるだけなんで、こっちに行った時に、ちょっとこれ持ち上がるんですけど、その持ち上がり具合と、これが右に動いた時にも同じくちょっと持ち上がるんですけど、それが同じ量になるんで、まあ、右と左に差が生まれづらい、ほぼないというような機構にすることができます。で、あとバンプステアの解消。まあ、これは、こう、バンプした時、サスがストロークした時に、その影響を、ここは全く受けてないので、バンプステア、サスがストロークした時に、ステアリングがこう影響を受けちゃうっていうのがない。それこっち見ていただくとわかると思うんですけど、こんな感じで、こう、サスをストロークしたときに、ここが、こう、円運動してるんで、こことここを結んでる直線がですね、こうなるんで、ちょっと押しちゃうんですよ、こっちに。なので、こう、バンプしたときに、こう、車体が沈み込んだときに、これよく見ると多分わかると思うんですけど、これがちょっとこっちに動いてますよね。こうやって。まあ、正直、ロッククローリングみたいな遊びの時に、そういう遊びをするための車体で、これってほとんど気にならないんですけど、一応、この、知ってしまうとちょっと気持ち悪い現象がなくなりますというのもあります。はい、これが C シリーズ専用アクセルサーボマウントキットの説明なんですけど、これを取り付けた時に、こっちは取り付けてないやつ、こっちは取り付け済みのやつ。で、比べたときに、このリンケージがですね、ちょっと変わってくるんですよ。ここの棒が。ここですね。ここの棒が変わってくるんですよ。で、特にこっち。
こっちはそのまま使ってもいいんですけど、こっちがちょっとこの斜めのやつだと良くないっていうか、うまくつなげられないので、っていうのと、これ後でちょっと組み立ての時詳しくは説明しますけど、ノーマルこれがいいか。これ一番ノーマルの状態なんですけど、この下のこの棒、これナックルの下側についてるんですけど、それをですね、上に持ってきて、これ今、下についてないですよね。ナックルの。これ全部上についてるんですよ。ナックルの上に、このリンクロッドとステアリングリンケージ、両方とも上に持ってきてるんですね。わかりますかね？わかりづらいですよね。僕説明してて、伝わってないかもなってすごい感じるんですけど。ナックルあるじゃないですか。ナックルに、普通に組み立てると、下に来るんですよ、この棒が。それがこっち。で、それをこう上に持ってくるんですね。こんな感じで。で、これも上に来て、そのさらに上に2階建てみたいな感じで、このリンクを持ってくるんですよ。で、そのためのパーツ一式がセットになってますっていうのが、これ、C シリーズ専用アクスルサーボマウント向けステアリングリンケージセット。これがあれば、綺麗に、さっきのこの車体ですね。この車体のこのリンケージが綺麗に組めますよと。これ組み立ての時しっかり説明するんで、またそちらも合わせて確認していただければと思うんですけど、これはシンプルにそういうパーツになってます。で、基本的にはアクセルサーボマウントを装着した際に使うリンケージセットですよと。当然そうなります。ただ、これは自分で工夫してリンケージ組めるよっていう方は全然なくても大丈夫です。上級者の方で、全然それぐらい自分で組み直しちゃうよという方は、ご自身で工夫して、このリンケージの取り回しですね。取り回しをご自身でいろいろ工夫されて、やっていただくっていうのも全然大丈夫です。はい。以上ですね。まずは3つのパーツが、どんなものかっていうのを紹介させていただきました。で、ここからですね、どうしてもこの3つのパーツ、それぞれが、これをつけたら、これもつけた方がいいです。みたいな。もう、芋づる式ですよね。もう、沼ですね。芋づる式の沼パーツ群になってますので、その沼に沈んでいく順番通りというか、一番多いパターンを想定して進めていきたいと思います。ちょっと画面に文字も出しながら、まずその順番説明させていただくと、まず大前提としてはこの状態の車体が必要になります。2つ、メタルアップグレードパーツセット。これは組み込み済み。メタルリンケージも組み込み済み。こういう車体ですね。で、あとはこれは必須ではないんですが、おそらくリフトアップフレームまで手を出すような人は、多分つけてる人が多いだろうなっていうので、2スピードミッションですね。で、今回、この車体を使ってそれをやっていこうと思うんですけど、これは今現在ですね、メタルアップグレードパーツセット組み込み済み、2スピードミッションまではついてますと。で、ですね、今説明したメタルリンケージはまだ組んでなくて、今回同時に組んでいきます。これですね、このサスアーム、これが、メタルになってない樹脂のままになってるんで、ここはメタルリンケージに置き換えていきます。でちょっとここからどうしてもややこしいんで、一旦説明しますね、流れを。まず、これにリフトアップフレームをつけます。単純に。で、それをしたときに、かなり車高が上がるので、サーボのこのリンケージの具合をその時点でチェックして、ここがですね、思いっきり斜めになっちゃうんですよ、要は。車体にサーボがあるまま、リフトアップするんで、このアクセル、こことシャーシが、近かったのが、リフトアップすることで離れますよね。そうすると離れすぎちゃって、ここのリンケージが、今すでにちょっと斜めになってますけど、もっと斜めになっちゃうんですよ。そうすると何が起こるかというと、ステアリングの切れ角がかなり減っちゃうんですね。その様子をちょっとチェックします、まず。リフトアップフレームつける。それによって、ここにちょっと不具合が起こるんで、こんな風になっちゃうんすよっていうのを見ていただきます。で、それを解消するために、一旦、アクセルの上にサーボをマウントするんじゃなくて、その前に、一応こういう解消の仕方もありますよっていうのを説明します。それをやってあるのが実際、
この車体がやってあるんですけど、これ、メタルアップグレードパーツセット組んでます。で、メタルリンケージ組んでます。ここまではいいですよね。で、さらに、リフトアップフレームもこれ入ってます。さっき説明したリフトアップフレームですね。すでに取り付け済み。でかなりリフトアップされてますよ、これ。なんですけど、アクセルサーボマウントまではついてないじゃないですか。だけど、ここの斜め具合が、そんな変わってないんですよ。これ何してあるかっていうと、さっきもちょっと話に出てきた、ここのリンク、これをですね、下にあったやつをもう上にしちゃってるんですよ。で、さらに、これの付け根が上に来てるんで、すごい斜めになっちゃってた、ここのリンケージの角度がまた元に戻ってるって感じ。これどうしても今やる前から説明すると分かりづらいんで、ちょっとこれを今からやっていきますと。もちろん説明もしながらですね。で、それをやった後に、せっかくならこれもつけた方がいいっすよっていうので、アクセルサーボマウントもさらにもう一回そこにさらにつけてみますというのを今回ちょっとやっていくんで、かなり長くなっちゃうとは思うんですけど、どうしてもちょっとこのパーツたちがですね、ややこしい組み合わせになってるんで、ちょっと順番にですね、やっていこうと思います。はい、じゃあちょっとやっていきますけど、今ちょうどこれ2台並んでるんで、比較がしやすいですね。この今、車高がこれぐらいですよね、これ。これがいろいろ組み込んでいくと、こんな感じで、バシッと車高が上がります。じゃあちょっとやっていきます。で、毎回こういうパーツ組み込むときにやってるやつ、測っときましょうか、一応。ちょっと自然な感じにして、これで、ここですね。タイヤからフェンダーまで。この車体だと、今、16ミリ。そうですね、16ミリです。ここからどれぐらい変わるかっていうのもちょっと見ていけたらなと思います。何はともあれ、ボディ外しますよね。そりゃこれぐらいのパーツ組み込んでいくんで、当然ボディは外しますと。で、ボディ外して、当然フレームの入れ替えなんで、もう全バラですよね。全バラ。で、ちょっとそこ全部やっていくと、さすがにもう時間があまりにも長くなっちゃうので、飛ばします。一応上級者向けのパーツということなので、飛ばしちゃいますね。大丈夫ですよね。ちょっと今回の動画では、そういったそもそもの本体の細かいところというか、そういうところはちょっと飛ばしてやっちゃいますので、もしこれもちょっとわからないよっていうところがあれば、コメント欄からですね、ご質問ください。はい、今もうこんなんなっちゃってますけど、当然もうこれぐらいばらして、とにかくフレームからですね、フレームから全てを取り除くっていう感じですね。はい、もうこんな感じでフレームから全てを取り除いて、これでようやくこの2本のメインフレームですね。このメインフレームをこちらのリフトアップフレームに交換していくことができると。はい、じゃあまずリンケージの長さ調節からしていきたいと思いますけど、ノーマル状態のやつで言うと、これがアッパーアームですね。で、ロアアーム、下の方、メタルリンケージで言うと、こっちのまっすぐの方、ちょっと今、両側今ついてないですけど、このまっすぐな方ですね。下側の、これですね。この、ロアアーム、下側の方、こっちの長さを、内側と内側を測って、ですね、後で微調整、あと好みもあると思うので、好みだったり、あえてちょっとホイールベース長くするよとか、短くするよとか、あると思うんですけど、大体ですね、30.5 ミリ。大体って言いつつ、小数点第1位まで言ってるんですけど、30.5 ミリ前後。これがちょうどいいかなっていうふうに思ったんで、一応おすすめとしては 30.5。はい、これですね。これが、内側と内側を測って、ここの長さが 30.5 ぐらいがちょうどよくて、多少前後してもいいと思うんですけど、左右は
同じ長さに必ず揃えた方がいいですね。さすがに左右の長さが違っちゃうとちょっとおかしなことになっちゃうんで、とにかく左右の長さはなるべく、全く同じと言っていい状態にしつつ、長さ自体はこの内側と内側で測った時に 30.5。一応外外も測っておきましょうか。外外だと、64ミリ。64ミリですね。がおすすめです。で、続いてアッパーアーム。このへの字に曲がってる方ですね。このアッパーアームの方は、内々で34ミリ程度がちょうどいい感じでした。はい。この状態ですね。この状態で、この、ちょっと斜めになってるんで測りづらいんですけど、ちょうど真ん中と真ん中ぐらい、シャフトの真ん中と真ん中ぐらいで合わせて、そうですね、34ミリ程度。で、もちろんこれも左右はなるべく全く同じと言っていいぐらいに長さを合わせるように気をつけながら組んでいきます。で、これを4本ずつですね。はい、こんな感じで、これがロアアームを4本、こっちの曲がってる方ですね、アッパーアームを4本作りましたと。で、今度ここから、このメインフレームにですね、メタルリンケージを取り付けるために、このピロボールですよね。ピロボールを取り付けていくんですが、基本的な取り付け方は一緒ですね。通常と一緒なんですけど、今度ここがこう取り付ける穴がいっぱいあるじゃないですか。で、これをどこにするかっていうところなんですけど、今回はですね、まず、こことここの穴は、こことここと、こことここか。これはつまり、アームですよね。今作ったアッパーアームとロアアームを取り付ける場所になるんですけど、ここは一段下げでいこうと思います。つまり、これ、ちょっと一旦つけちゃいますね。一旦つけちゃって、つまり、ここがノーマルの穴の位置と同じ場所なんですよ。で、そこから5ミリ下につけるんで、計算上は、ここの変更で5ミリリフトアップすると。アームの位置が5ミリ変わるんで。で、それを、必ず、ここを5ミリ下げたこっちの穴を使う場合は、こっちもここを使うと。で、当然こっちも一緒ですね。ここ使う、ここ使うと。で、何かの調整のために上を使うよっていうのも全然もちろんありです。その場合はノーマルと同じ穴の位置になるというような感じなんですけど、今回はリフトアップフレームを使ってリフトアップをしますので、ここですね。ここを1個下。ここも1個下。ここも1個下を使って、で、ここですね。ここがショックの取り付け位置になるんですけど、ここはこの真ん中を使っていきます。これも5ミリ下になるんで、こっちと同じずらし方になると。ただここ3つあるじゃないですか。これ3つあるのはなんでかっていうと、ショックの取り付け位置なんで、もうちょっと幅を持たせて、さらに下も選べるように位置をしてあります。ただ、基本的には、ここを5ミリ下げたんで、同じくここも5ミリ下げるっていうので、基本的には真ん中を使うようにしてください。で、上級者の方で、いやいや、もっと行くぜと。で、その他ちょっと何かしら調整が必要になってくる場合もあるんですけど、特にプロペラシャフトが心配なんですね。プロペラシャフトの角度がかなりきつくなってきてしまうんですけど、その辺も、踏まえた上でこっちにチャレンジするという方はこっちも使っていただいていいと思うんですけど、これはせっかくだから一応開けてあるぐらいのものです。正直ですね。なんで、基本的には普通はこの真ん中を使ってください。はい。まず、こんな感じですね。こう全部下を使って4箇所。4箇所につけました。で、こっちも一緒です。反対側ももうつけちゃってるんですけど、こんな感じ。で、当然、こう、内側に、こう向き合った時に、こう取り付けができるようにしないといけないんで、反対側っていうか、この、例えばこっち側を見た時に、ここ3つ穴が開いてますよね。ここ3つ穴が開いてる。で、すでにもうこのリンケージ組んだ時に分かってらっしゃると思うんですけど、この時に
それぞれが内側向いてるっていう風にしないと、組み立てられないんで、ちょっとそこだけ注意ですね。で、今度、このショックですね。ショックを取り付けていくんですが、ここがちょっと加工が必要ですっていうポイントの一つで、ここ、穴の位置が、ここがノーマル、純正の、ここですね、純正の位置なんですけど、ノーマルフレームと同じ位置に開いてる穴なんですけど、今回は、リフトアップをしたいので、ここを使います。この真ん中。ここですね。で、ここにしたときに、ちょっと問題が発生するんですけど、それがですね、この、メカを乗せるデッキの、ここに干渉しちゃうんですよ。お手持ちのもので実際組まれるときに見ていただくと、よくわかると思うんですけど、ここが、もともとここに収まってたものが、こっちにこうずれるんで、今画面で言うと、ここにあったものが左斜め下にこうずれるって感じですよね。穴の位置の分。そうすると、これの内側をビスで留めるときに、そのビスの頭がこの辺にこう当たっちゃうんですよ。で、ここをちょっと当たってるところを避けるようにして加工してください。で、一応今回の動画、上級者の方向けということで、加工とかも前提ですよというパーツになりますので、細かくは説明しないですけど、とにかくここが干渉してしまうので、ルーターとかお持ちの方は、ルーターでウィーンって削ってもらって、で、そんなのないよという場合は、ニッパーでも、ヤスリとかでもいいと思いますので、ここを避けるように、これも実際ちょっとカットしてあるんですけど、こんな感じで、ここですね。ここはこう、ネジがちゃんと避けて、ちゃんと、ガタもですね、ガタも確保して、こう、カタカタカタっとこう、うまく自由に動くような感じで、調節、加工ですね、をしてください。じゃあ、実際、ショックですね、取り付けていきます。この、真ん中です。真ん中に取り付けます。で、ここは、きつく締めすぎると、ここのガタがなくなっちゃうと、動きが全然スムーズじゃなくなっちゃうので、そこは注意しながらですね、ほどほどの締め込みで組み立てるようにしてください。あとこの時にぜひおすすめのカスタムというかチューニングというか、ちょっとしたことなんですけど、ここをですね、こう開いて、これ片側こう持ち上げて、この片方だけ外れた状態からこうねじるようにしてあげると簡単に取れるんで、これは開いてですね、この中に何でもいいんで、セラミックグリスとか、もうとにかくグリスですね。グリスをこの中に入れといてほしいんですよ。そうすると、めちゃめちゃ足の動きが軽くなるので、何かグリス、もう何でもいいです、正直。一般的なミニ四駆に使うみたいな、ああいうグリスでいいんで、そういうものをですね、ここに入れてもらうのがおすすめで、ちょっとこの動画が出る頃に発売されてるか若干微妙なんですけど、このグリスですね、グリスがもう出るか出ないかぐらいのタイミングなので、この動画を見てるタイミングでこのグリスですね、もう、出回ってる状況であればこれおすすめです。詳しくは別動画で説明をさせていただいていると思うんですけど、そちら見ていただいて、これのですね、青か、この赤。番号で言うと、5018か9022。このどちらかがおすすめですね。これを、この中にブニュッと入れて、で、こうやってもらうとめちゃめちゃスムーズになるんで、一応ちょっとやっておきましょうか。これをですね、こう、細い、小さめのマイナスドライバーかなんかでこう、もうちょっとすくって、で、ここにですね、ブニュって入れちゃうんですよ。で、このスプリング、いつも通り、これをですね、ここにちょっと、若干回しながら入れるといいかなと思うんですけど、ちょっと回しながら、こう入れて、で、この蓋を元に戻すと。そうすると、めちゃめちゃスムーズになるんで、これだけで。めちゃめちゃおすすめです。で、特に今回このリフトアップフレームに
交換することによって、ちょっと動画の最初の方で説明したと思うんですけど、これが若干こう内側に向いたハの字の状態から垂直になるんですけど、その分ちょっとこの中が抵抗が強くなっちゃうんですよ。で、こう動きがそれこそ渋くなる可能性がちょっと高くなるので、このグリスアップですね、しておいていただくと、これが倒立した状態、垂直になった状態で、こっちからこう円運動がこう来た時に、若干こう中で抵抗が生まれちゃうんですけども、それ全然関係ないぐらいスムーズに動くようになるので、何かしらのグリスをですね、この中に、詰めていただくっていうのがおすすめです。はい、じゃあこんな感じで真ん中ですね。真ん中を使って取り付けましたと。で、当然こっち側もですね、同じ場所を使います。ちょっとさっきフレームについた状態だったんで説明しづらかったんですけど、ここの取り方ですね。ここが、こっちパキッてやって、片側だけ外して、このまま行こうとすると結構怖いし、実際折れちゃったりするんで、怖いですよね。で、うまく外すコツとしては、片側だけこう外して、こっち側だけ。で、外してこうひねるんですよ。そうすると簡単に取れるんで、一応、ここいつも取るの苦労してるんだよねっていう方、参考にしていただければと思います。はい、とりあえずこんな感じですね。真ん中、こっちのが見えますね。真ん中で取り付けました。こっちも一緒です。この状態ですね。で、ここからもう、もろもろ取り付けていくだけっていう感じになるんですけど、とりあえず、さっきちょっと説明した、ここから付けていきましょうか。これをこう、付けたときに、ここですね。ここの内側のこの部分、ここが干渉せずに、こう、ちゃんと自由に動く状態かっていうのを確認して、ここはもしぶつかっちゃったり、動きが渋いなっていう状況があれば、適宜ですね、こう調整してくださいと。で、ここじゃあ取り付けていきます。はい、すいません。ちょっと今、作業を進めようとして気づいちゃったんですけど、このショックも変えないといけないですね。このショックが C1424 用の、純正そのままのショックなんですけど、今回動画の最初でお伝えした通りですね、メタルリンケージ、リフトアップメタルリンケージセットに今回、変えますと、同時に組み込んでいくんで、ここはもう準備してあったんですけど、これにするっていうことは、ショックも、組み替えが必要になるので、この動画を見られてる方、ほとんどの方が、もう、このリフトアップフレーム自体が、その、メタルリンケージ化してあるものが前提ですっていうカスタムパーツになりますので、実際作業されてる方がもしいた場合に、もうメタルリンケージになってるよっていう方がほとんどだとは思うんですけど、ちょっと僕今回ですね、このメタルリンケージセットに組み替えるのを同時にやろうとしてたんで、ショックを、これが元々の純正というか、C1424 系のそのままのショックなんですけど、こっちに変えなきゃいけないですよね。この下が C34 と共通のものなんですけど、C344 用にこう組み替えるようなものが同梱されてるんですけど、ちょっと今回の動画はそちらのパーツの動画じゃないので詳しくやらないんですけど、一応概要欄にリンクを貼っておくので、あんまりいらっしゃらないと思うんですけど、今回のこの作業実際にされてる方の中で、メタルリンケージセットも同時に組み込んでるんだけどっていう方は、そっちの方の動画でこの辺詳しくやってますので、まずちょっとお手数なんですけど、そっちを見て、このショックを組んでから、組み立てをまた、続けていただくというような流れでお願いできればと思います。はい。というわけで、ちょっとここが付け直しになるんで、ちょっとまたショックから付けていきます。はい。じゃあショックですね。付け直しました。もちろん、位置はさっきと一緒です。この真ん中の穴を使って取り付けましたと。で、ちょっとまた戻る、さっきのところまで戻るんですけど、ここですね。ここを取り付けていきたいと思います。はい。こんな感じで、今、右側のフレームだけ付けて、フレームだけ付けたというか、フレームに、この真ん中の具の部分ですよね。具を付けてって、フロントのデッキ、で、ミッション。あとは、リアのクロスメンバー。ここまで付けて、ここからなんですけど、ちょっとですね、ここを組むときに、ちょっと注意していただきたいのが、ここをこのまま付けてしまうと、こっち側ですね。ここがちょっと付けにくくなっちゃうんで、
先につけておいた方が作業がしやすかったり、しますので、ちょっとその辺はですね、適宜こう様子を見ながら、作業を進めていただければと思います。なので、そろそろこのリアのアクセルもこう取り付けながら作業を進めていこうと思います。で、今回ですね、さっきまでとこれ変わってますけど、動画にはちょっと撮ってないんですが、ここもですね、パーツを、組み替えて、ここですよね、このリンケージをメタルリンケージセット、付け替えてますと。で、これを今から組み込んでいきます。はい、とりあえずリアですね、リアを取り付けました。で、フロントもまあ元に戻すだけなんで、どんどん作業を進めていきます。はい、こんな感じですね。こんな感じで、フロントも一通り足回りを元に戻すことができましたと。で、一旦ですね、このリフトアップフレーム、これの、組み込みというか、もうフレームなんで、フレームを組み込むというか、もうフレームを変えてそこに元通りに他のパーツを組み込んでいくみたいな感じにはなるんですけど、これで組み込み自体はできましたと。で、ここで最初の方で、言っていた、ここですよね。このサーボホーンへの取り付け部分。だいたいこの一番外側の穴か、もう一個上、ここを使うことがほとんどだと思うんですけど、ここにですね、これをこう取り付けようとしたときに、もう、今すでにきついんですよね。こう、車高が上がってるんで、元々の距離がこれぐらいだったのが、こんなになっちゃってるんで、ここがちょっと無理があるんですよ。ここにつけようとしたときに。で、ちょっと無理やりつけたとしても、こことここの落差がありすぎて、こう、ステアリングを切ったときに、こう、あんまり切れなくなっちゃってるんですよ。ちょっと実際取り付けてやってみましょうか。はい、この状態ですね。この状態で、ちょっと無理はあるものの、若干無理してここに取り付けたと。こんな感じ。ちょっと、多分見てわかると思うんですけどね。この、なんかすごくないですか？こことここの高さの差がすごくて、すごい斜めになってますよね。で、このまま、一旦ちょっと動かしてみると、ほら、こんな感じ。なんか、こっちは結構行くんですけどね。こっちはこんなになっちゃう。ちょっとしか動かない。こんな風に、ちょっともう、ここの機構がですね、はっきりちょっと破綻しちゃうんですよ。これでも無理やりもうちょっとこれ斜めにして、よく説明してる、ここ、サーブホンと、ここの直線で結んだところの、ここの角度ですよね。ここを垂直にするみたいな感じで、ここをニュートラルぐらいにすれば、まだ少しはこう動くようになるんですけど、それでも切れ角がとにかくだいぶ減っちゃうんですよ。で、これを解消したいよねっていうところで、そのやり方なんですけど、そこでですね、ちょっと活用したいのが、実はこれなんですよ。今回の3つの3種類のパーツのうち、3つ目でしたっけ？ 3 つ目に言っていた、この、ちょっと今バラバラですけど、アクセル、サーボマウント向け、ステアリング、リンケージセット。これの、このパーツ。で、実はこれ、WPL いろいろいじりまくってるよ、みたいな。そういう方だと、もしかすると、パーツケース漁ると出てくるかもしれないんですけど、このパーツで、ちょっと似たパーツがあるんですけど、これがその似たパーツ。ほぼ形一緒なんですけど、高さが違うんですよ。こんな感じで。これの背の高い方。こっちを使うんですけど、ちょっとこれもやった方が早いやつなんで、ちょっとやってみますね。まず、ここ外します。この上の、このリンケージを止めてるネジを外して、で、このリンク今、下からネジで止めてますよね。要はこれをこう上から止めるようにしたいと。で、一旦外します。この下から止めてあるネジを外しますと。で、今度用意したいのが、これをちょっと交換したいんですけど、これちょっと長すぎるんですよ。で、これの短いやつが、さっきのリンケージセットに入ってるんで、このまっすぐなやつ。これを使うんですよ。で、ここは一緒ですね。エンドを使って、こう両側にエンドをつけて、で、だいたい、この内々で測ったときに、58ミリぐらい。
58mm ぐらいがだいたいちょうど良かったです。これで、まずこのパーツ、背が高い方ですね。似てるのあるんですけど、背の高い方。これを両側に入れちゃいます。こっちと、こっちに、こんな感じで入れます。で、いつものように、ここが、ちょっと動きが硬いなっていう場合は、ペンチかなんかでこうギュッギュッと絞って、こうかしめてですね。そうすると緩くなるんで、そこはちょっと調整が必要な場合は、調整していただいて、硬かったです。これ硬かったんで、こうやって、ギュッギュッってやると、ここは、こう、スルスル動くようになるんで、結構きつく握らないと、緩くならないこともあるんですけど、ちょっとそれは個体差があるので、こう、ギュッギュッとやって、こう、ゆるゆるになったら、まあ、それで OK なんですけど、はい、ちょっと今調整が必要なんで調整しましたけど、まあ、とにかく、この状態にすると。こう組み立てて、で、さっきのセットに、もう一つ同じやつ、この背の高い方のこのパーツですね。これが入ってるので、これを、この、同じくさっきのセットにこの長いビスが入ってたと思いますので、これでですね、まず、これ貫通させて、この状態、ここに通して、こういう風にして、で、これも通しちゃうんですよ。こんな感じで。もう2階建てって感じですよね。2階建てにして、で、そのまんま、これの、このナックルの遠い方の穴、こっちにつけます。なので、こんな感じですよね。こんな感じで、こう取り付けて、で、ちょっと、このピロボール、このパーツの中に開いてる穴に対して、このネジが細いので、ちょっと左右互い違いになっちゃったりするんで、まあ、そのまま締めちゃってもいいんですけど、精神衛生上って感じで、ちょっとこう、位置が合うようにしながら、ぐっと締めると。こんな感じですね。こんな感じで、上下、なるべく綺麗に並んでる状態が好ましいかなと思うんですけど、これでしっかり取り付けて、で、反対側はもう短い方のネジですね。こんな感じのサイズのネジが同じく入ってると思いますので、このサイズ。これでこっちは止めていきます。で、もちろん同じですね。ナックルの遠い方の穴を使います。そうするとですね、さっきまで下についていたこの左右をつなぐリンケージが、この辺にあったやつが、ここに上に来るんですよね。で、さらにその上に、これが来るんで、実際、ここがですね、かなり、これですよね、このステアリングリンケージ、このサーボ本から来るやつ。これをつなげる、もうつなげた方がいいか。つなげますけど、ここをパチッと入れて、このようになるので、これで、さっきだいぶ角度がついちゃってた、ここがですね、こう、結構適切な位置に来るんですよ。これが、一応改善方法。っていう感じになります。はい。まず、ここまでがですね、まだアクセルサーボマウントはつけてないですよね。今、ここの状態が、ちょっとこの作業を始める前に言っていた、まず、リフトアップフレームをつけます。で、つけると、ここにちょっと不具合が生じちゃうんで、それを、実は、アクセルサーボマウント向けリンケージセットっていうのを、この段階で使うことで、改善できますっていう。それが、ここ今組み替えましたけど、その部分のことですね。で、まあ、最初にも言った通りに、ちょっと今回芋づる式みたいになっちゃってて、本当申し訳ないんですけど、これで改善して、これである程度まともに走らせることは、もちろんできるんで、全然これでも大丈夫です。で、ちなみに、実はこれがまさにその状態の車体で、実際これも全然ガンガン元気に走っていて、調子よく走ってます。こう改めて見ると、なってません。これ、ここが、今、実際にやった作業と同じで、下に本来ついてた
この左右をつなぐリンケージが、このリンクロットですね。これが上に来てますよね。で、ここが2階建てみたいになってて、下の段のピロボールにこれがついてて、で、上の段にこのステアリングリンケージが来てると。まさにこの状態。で、もちろん、この時点で、この仕様でですね、全然走らせてもらって、遊んでもらっていいと思います。で、僕も実際この車体はそのようにしてますと。で、ここからさらに、せっかくだったらみたいな話になるんですけど、アクセルサーボマウントですね。これをつけると、より良くなりますよねっていうのが、この車体ですね。もうここにサーボをマウントしちゃう。ちょっとすいません。暗くて見えづらいんですけど、ここにサーボが乗ってる。サーボ本一緒に動いてるじゃないですか。アクセルと一緒に。それをちょっと今からやっていきます。で、これがですね、一番もうめちゃめちゃ加工が必要になっちゃうんですよ。なので、これこそまさに本当に上級者向けって感じに、なってしまうんですが、ただこれやるとかなり、このステアリングの操作がですね、こう、左右均等になりますし、サーボがここにマウントされた状態になりますので、クローラーっていう意味で言うと、かなり本格的な仕様になるんじゃないかなと。で、その加工っていうのは、もちろん今から実際にやっていくんですけど、ちょっとお伝えしておくと、ここのデッキの下の部分、ここに、こう、サスがストロークした時に、ここにサーボがあるんで、思いっきりここに干渉しちゃうんですよ。その干渉する部分をごっそりなくしちゃいます。ごっそりなくすと、この目がどこに乗せるのってなっちゃうんで、そこはもちろん、個々にですね、ご自身で、それぞれ工夫していただければ、全然それでいいところにはなるんですけど、それも一応例として、僕の場合はって感じでこんな風にしてますというのを、ちょっと今からやってみたいと思います。ちょっと全然動かしてなかったので、一応動かすところだけ。こんな感じです。こんな感じで、さっき結構変な風になってましたけど、これだいぶスムーズに動いてますよね。これで十分、切れ角も確保できていて、うまく動くんで、これで全然遊んでいただいてもいいんですけど、っていう説明をさっき、させていただきましたので、ちょっと今、動かしてなかったなと思ったんで、ちょっと動くところも、お見せしました。で、ちょっと今からこのアクセルサーボマウントの方、進めていきます。で、せっかく組み立てたんですけど、連続して今からちょっとさらにカスタムパーツをつけるんで、またちょっとバラすんですね。で、もう今回この車体の場合は、このサーボの上にこの ESC とか受信機とか両面テープでこう乗せてあるんですよ。で、これももう全部取らなきゃいけないです。はい、まずもう受信機取っちゃいます。で、ここに貼り付けていた ESC も、両面テープで貼ってあるだけですけど、取っちゃいます。もう、ちょっと、作業的に、ここですね。このスイッチも取っちゃった方がいいと思います。はい、これで ESC ですね。ESC も撤去して、で、当然、このサーボを使いますので、サーボも取っちゃいます。で、このアクセルマウント、使うときというか、これを使う車体が C34 の場合は、このサーボも変えないといけないので、そこも注意してください。C34 のサーボって結構大きめなんですけど、このサーボマウントにそのまま乗せるには、ちょっと大きすぎるんですよ。で、この C14 とか24で使われてる、このサーボのサイズが必要になりますので、それをですね、ちょうどさっき見せた、これちょっとサーボくっついてるんで、これで見ていただくとわかるんですけど、これ C1424 用のサーボのサイズ。これだと、ちゃんとこうやって乗るんですけど、これ C34 用のサーボだと大きすぎて、ここに収まらないんですよ。なので、C34 に使う場合は、ちょっとサーボも別途、このサイズのものですね、ご用意いただく必要がありますので、そこもちょっとあらかじめ、ご了承くださいという点になります。はい。で、このサーボ本についてるリンケージも一旦取っちゃって、で、サーボ撤去ですね。を外します。で、このフロントのアクセル、このアクセルの上に、ここにサーボを乗せていきますので、当然、このアクセルも一回外す必要がありますね。で、アクセルだけにして、まずはここにサーボを乗せていくという流れになるかと思います。
はい、こんな感じで、とりあえずですね、このリンクロットのここのピロボールのところをパチパチと外して、全部外して、こう取ったという状態が、今この状態ですね。で、今度は、このアクセルサーボマウント、これをかなり細かい部品がジャラジャラジャラって入ってるんですけど、これを組み立てていきます。これですね。なんか、めちゃめちゃいろいろ入ってるんですけど、で、まずこれです。このなんか、アルミの四角いブロックみたいなやつ。これが2個入ってると思うので、これをですね、この、なんか、こういう板に取り付けていきます。で、穴が2個開いてるところ、この穴が2個開いてる面を、こっちに向けて、ここに2列スリットが入ってるじゃないですか。ここにビスで留めるっていう感じですね。で、使うのは、いっぱい入ってた細かいネジの中に、この短いやつが、もう短いのはこのサイズしかないはずなんで、この短いやつがあったと思いますので、これを使って、こんな風に取り付けます。こんな風に。で、こっち側に穴がない、こっち側、反対側に穴があるっていう風になってると思うので、この穴の向きだけは揃えながら、もう片方も取り付けていきます。はい、こんな感じですね。穴がある。で、反対側見ると、穴がない。この状態ですね。で、これができたらですね、次は、一応イメージ的には、こうなって、これが、ここにこうやって乗るんですけど、こんな風に。まずですね、この4本の、支柱みたいなやつを、こっちに立てていくっていうイメージ。それが多分やりやすいかなと思うので、ちょっとやってみますね。まずですね、このアクセルトラスを外しちゃうんですよ。外しちゃって、で、こんなの下についてるじゃないですか、これ。これをですね、使わずに、今度は、で、このビスも抜いちゃいます。もう抜いちゃって、そうするともう、アクセルトラスがこう、もう取り外せるような状態になると思うんですけど、で、ここから、このビス、付属していたビスのうち、すごい長いやつと、ちょっと、つまみづらいな。これでわかるかな？この、すごい長いやつと、それよりちょっと短いやつがあって、こんな感じで。で、こっちのちょっと短い方。これを使って、このさっきのアクセルの下側から、これを通すんですよ。通すと、この上の方にちょっと出てくるんですね。こんな感じで、ここに出てくるんで、めちゃめちゃ背の高いナットみたいなのがあると思うんですけど、これをこうねじ込んで取り付けます。これ、4つですね。4つ取り付けていくんですけど、全部取り付けると、こんな感じですね。こう、4つ支柱が立ったみたいな、そんな感じになりますね。こんな感じ。で、ここはもう、ある程度しっかり締めておいた方がいいですね。こう、ギュッと。こう、緩まないように、全部、ある程度ギュッと締めておくのがいいと思います。ちょっと滑っちゃうようだったら、ペンチかなんかで、こっちの金色の金属の方もこうギュッと押さえながら、こうグッと。こんな感じで、締めて、で、ここからがですね、結構このパーツの難関なんですよ。どうしてもこれ、サードパーティー製で、皆さんご存知の方多いと思うんですけど、WPL 用のサードパーティー製のパーツって、もう、単刀直入に言っちゃいますけど、ちょっとやっぱり適当な適当なところが多いことがあるんですよ。で、これ結構その典型で、っていうところがあって、ここに、あと、支柱4つ立ったんで、なんか、ここにこれ、乗せるだけじゃんって感じしますよね。ただ、ここにちょっと罠があってですね、
ちょっと足りないんですよ、高さが。ここが、ちょっと高さが足りなくて、ここにこうやってやると、こっち例えば、こうギューッと締めてったら、こっち浮いちゃうんですよ。こうやって。こっちをこうやってやったらこっちが浮いちゃうんですよ。つまり、この高さがちょっと足りないんですね。で、ここを、皆さんそれぞれどうにか解決してほしいんですよ。ここがご自身で調整が必要ですよっていう注意書きの部分なんですけど、いくつかやり方は考えられると思うんですが、物があれば一番簡単なのは、ここにスペーサー入れちゃうことですね。多分2ミリぐらいがいいと思うんですけど、もうここに2ミリぐらいスペーサーかましちゃって、こう、そもそもこの高さを確保してしまう。こんな感じで。それか、あとはもう、ここの板が干渉してる部分を、ここを削って落としちゃって、この、物を見るとわかると思うんですけど、ここを落としちゃって、で、これをぴったり取り付けるスペースをこう確保してしまう。ただそうすると、またこれもちょっとややこしいところなんですけど、このアッパーアームの付け根にちょっと干渉するんですよ、これ。で、ちょっとこう動きをスポイルしちゃうんですよ。ぐーっと押さえつけるような感じになっちゃって。ほんのちょっとなんですけど、まあ、ほんのちょっとでもやっぱりぐーっと押さえつけられると、ここの動きが悪くなっちゃうんで、ここもちょっと削る必要が出てくると思います。で、今回はちょっと物が別途必要になっちゃうんですけど、まあ、より簡単な方かなっていうので、最初にご紹介したここにスペーサーをかます方法で、ちょっとここを回避していきます。で、使うのは、まあ何でももちろんいいんですけど、ここに合うサイズだったら。まあ WPL をいじっている人だったら、まあ結構身近にあるかなっていうドライブシャフトとかに使うスペーサーですね。あれをここに入れていきます。あとここでちょっと説明のためにずっと見えづらくなっちゃうんでつけてなかったんですけど、これは先につけとかないと、ここにマウントしちゃうと、ここのネジが、こう締めれなくなっちゃうんで、この時点で、この横幅だけは調節しといた方がいいですね。で、サーボは一応後からでも、ここにネジ打てば止まるんで、後からつけれるんですけど、ちょっとここの位置調整だけはしっかりして、決めておいた方がいいですね。なので、ここを緩めて、このサーボの耳にちょうど、ここの穴が来るように。これは調節して、もうここは締め込んどいた方がいいですね。で、一応おすすめの位置としては、まあ僕は真ん中がいいかなと思います。サーボのここは、こっちに寄ってますけど、サーボをマウントする位置自体はもうど真ん中がいいんじゃないかなと思います。なので、サーボのこのサイズに合わせてですね、こんな感じで左右均等になるような位置で、もうしっかりギュッと締めて止めてしまうと。で、ここの穴がですね、ちゃんとビスが通せるような位置。これを見ながら、もう固定してしまいます。で、ここの固定さえできていれば、一回またサーボは外しておいてもいいのかなと思います。で、これですね。このワッシャー、スペーサーを、個体差が多分ちょっとはあると思うので、この組み合わせですね。今回ちょっと一旦2枚入れてみますね。1箇所につき2枚ずつ入れてやってみます。で、取り付けに使うネジは付属していたネジのこの短いやつですね。これを使います。なので、ここに今、スペーサー2枚入れてますけど、こう2枚入れて、で、こうビスで留めるっていうのを、ちょっとこれ難しいと思うんですけど、結構。こう4箇所全部それをやっていきます。今ちょっと2箇所だけ、さっきのスペーサーをこう2枚ずつ入れて、ちょっと仮止めなんで、こっちとこっちはつけてないですけど、重要なこちら側ですね。重要っていうのは、まあここがちょっと干渉する場所なんで、干渉する側のビスだけ、ちょっと今、締めて止めたんですけど、ちょっと2枚じゃ足りないですね。ただ、ちょうど、悪い例としてちょうどよかったんで、ちょっとお見せしたいなと思って、これ今、あえて止めて、ここですね。こう干渉してる状態になってるんですけど、ここがこうなっちゃうんですよ、こう。こんな風に、本当はこれ自重で落ちなきゃいけないんですけど、こう、ある程度スムーズに動くっていう意味で、こんな感じで、思いっきりガリガリに、ここがですね、干渉しちゃうんですよ。で、これを回避したいっていうことなんですね。
で、今回ちょっと、ここ、スペーサーを2枚だけではダメだったんで、3枚4枚って全然入れてもいいですし、今回ここを削る方法もあるよっていうのをお見せするっていう意味で、ここのスペーサーはもうこの2枚のままで、ちょっと干渉しちゃうよっていう状態なんですけど、あえてそのままちょっとここを削るっていうのもやってみたいと思います。これも実際組むときに見ていただくと、大体干渉してる場所は全然わかると思うんですけど、こんな感じで削る必要があります。このあたり。こんな感じですね。この辺を削る必要があって、で、ちょっとマーキング今したので、一旦これ取り外して、ここをもう、ビート削り取っちゃいたいと思います。はい、じゃあ、ちょっとここですね。この、マーキングしたところに沿う形で、削っていきます。はい、とりあえず、さっきマーキングしたところに沿って、こんな感じで削りました。で、これで、ここにですね、取り付けていきます。で、さっき言ったように、ビスで、こっちに、スペーサーですね。スペーサーを2枚、もしかしたらちょっと3枚ずつ入れちゃうかもしれないですけど、ちょっとそこ、様子見ながら、まず組んでみて、それからちょっとお見せしたいと思います。はい、こんな感じですね。とりあえず、組んじゃったんですけど、正直ここだいぶ手こずると思うんですけど、ワッシャー、結局3枚入れました。まあ、2枚でもいけると思うんですけど、ちょっと余裕を見て3枚ずつ入れてます。ワッシャーっていうか、スペーサーか。まあ、同じ意味ですよね。スペーサーを3枚ずつ入れて、で、4箇所こう、ビスで留めましたっていう状態。で、間違えないでほしいのがここですよね。このビスを入れる穴がこっち、この赤い玉がついてる方。こっち側向いてないとサーボが取り付けられないですね。で、ここは、こう削ったことによって、こう干渉しちゃってたところが全然干渉しなくなってるんで、こう自重でスカスカ動くと。こんな風になってます。で、これを、あとは車体に取り付けていくんですけど、ここもですね、リンケージ変わりますので、ここ一回取っちゃいます。で、このシャフトですね。このシャフトを使います。で、ここの長さがですね、内々で23ミリぐらいです。23ミリぐらいで、もちろん実際つけた後に適宜調節はしてほしいんですけど、一旦23ミリ前後でだいたいちょうど良くなると思います。あとこのサーボ4も調節が必要で、こんな風にマウントすると、ここぶつかっちゃうんですよね。長すぎて。なので、これもカットしちゃいます。で、穴1個分だけカット。今、5個穴が開いてるんですけど、1、2、3、4、5。で、この4つ目を使うんですよ。なので、5個目のところだけをカットする感じです。こんな感じですね。こう切っちゃって、で、まあ、ちょっと角、軽く整えて、こんな感じですね。こんな感じにカットしちゃいます。で、ここで使うのが、このピロボール。このピロボールの、似たような形があるんですけど、背が低い方ですね。背が低い方を使って、で、これも付属してるんですけど、このビスですね。このビスを使って、まずですね、サーボホーンにこれを通しちゃいます。通して、で、ちっちゃいナットが付属してると思いますので、それを使ってしっかり留めると。こんな感じですね。こんな感じにします。で、これをいよいよマウントしていくと。で、このビスですね。このビスを使って、アクセルサーボマウントセットについていた短いビスですね。これを使ってサーボを固定していきます。この状態ですね。この状態。で、さっき作ったこれをここに取り付けていきます。あれこれすいません。ちょっと間違えちゃった。これなんか、あんまり気持ちよくないですね。まあ、これでも全然機能はするんですけど、これ、なんか上から見るとちょっとずれてますね。これ、反対側の方が良かったですね。ちょっと付け替えますね。ここちょっと一旦外して、
裏表ひっくり返して取り付けます。はい、すいません。失礼しました。ここ今ひっくり返して取り付けました。こんな感じですね。ちょっと微調整まだしたいなって感じなんですけど、それは何かっていうと、これも本当個人的なこだわりの部分みたいな話なんですけど、ちょっとこれとこれが水平じゃないですね。水平っていうか平行か。今回のこの取り付け方だと、ちょっと、こことここが平行になってないんで、多分、僕は個人的に作るんだったら、さらにここ、もうちょっと調整するかなっていうところになります。で、どうするかっていうと、ここのさっきのスペーサーですね。これをもうちょっとかさ増しするか、こっちのサーボのマウントしてる、このブロックですね。このブロックの下にまた何かを敷いて、こう、かさ上げするかっていうので、サーボの位置をちょっと上に上げて、で、ここが平行になるようにすると、完全に個人的なこだわりですけど、すごい気持ちいいなっていうところなんで、実際はもうちょっと調整すると思います。ただちょっと今回は、一応取り付け例ということで、あんまり時間かけてもっていうのがあるので、ちょっとこの程度にしておきたいかなと思います。はい、じゃああとはここから実際に車体への組み込みをしていくんですけど、その時にまた新たな問題があるのが、最初の方でお伝えした、この干渉ですね。ちょっと実際ここ削り取る前に、こんな風に干渉しちゃいますというのをお見せするためにちょっと組んでみます。はい、ちょっと今足回り一通りつけてみたんですけど、どうなっちゃうかっていうと、こんなんです。こう、サスがストロークした時に、もうここに思いっきり当たっちゃうんですよ。こんな感じで。なので、ここの一段下がってる部分、ちょっと後でこれ取り外してもう一回しっかりお見せしますけど、ここをごっそり取らないといけないんですよ。ちょっとやっていきますね。はい。では、ここですね。ここをどこまで削ればいいかっていうのを一応ちょっと目安としてマーキングをしておきます。ここを思いっきりストロークさせて、ここにサーブをぶつけてる状態ですね。ここにぶつけてる状態で、ちょっと線をつけておきます。で、もうこのデッキですね。デッキを外していきます。ここ外すのは、ビスを4本ですね。左右2本ずつ、合計4本外すだけですね。はい。で、ここを、こんな感じで、パカッと外しちゃって、で、さっきマーキングしたところが、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、ここですね。ここに線を引いたんで、で、この線、さっき引いたこの線よりも、こちら側ですね。こちら側の、ここにスイッチがあるから、こっちが前ですもんね。この前側の、ここの出っ張ってる部分を全部ごっそり取っちゃいます。はい。で、一旦ちょっと今、荒削りのような状態ですけど、これぐらい、とりあえず切り取ってみました。一応ですね、ポイントとしては、これもう結構ギリギリですけど、こういう風に一周つなげるような形にはしておいた方がいいと思います。まあ、最悪ここを切断しちゃっても、そんなに影響はないと思うんですけど、そうすると、こことここが離れ離れになっちゃって、それぞれ一箇所しか止めない状態なんで、ちょっとこういうぐらつきが発生するのが心配なんで、まあ、正直そこまで大きく走りに影響するみたいなことはないと思うんですけど、一応一周全部繋がってる状態は保っておくっていうのと、あとはですね、ここにあるこの支柱みたいなやつ。これですね。これと、これは、この上のこのカバーをこう取り付ける場所になってますので、ここはですね、残しておいた方がいいと思います。で、これを、まあ何度かこんな感じで当てがってみて、ネジまでは締めなくていいと思うんですけど、ここにはめてみて、こんな感じで、こう様子を見るって感じですよね。こうストロークさせた時に、まあほぼほぼ大丈夫そうですけど、さっきまでここに思いっきりガツッとぶつかってたんですけど、ここをくり抜いたんで、ぶつかることがなくなったと。で、一応足の動きもですね、こう斜めにしてみたり。で、反対側もこんな感じで動かしてみたりしながら、まあ、どんな動きをしても、どこか変なところにですね、思いっきりぶつかっちゃってるみたいなことが、ないようになっているかっていうのを確認しながら、もし
ぶつかってしまっている、干渉してしまっているというようなところがあった場合にはですね、そこをちょっとさらに削るとか切り取るとか調整をしながら、ここですね、加工をしてください。で今やってみたところ、ここですね、ここ、ちょっと見づらいんで外しますか。ここのなんか、ポッチみたいになってるとこ、ここですね。ここがちょこっとぶつかってたんで、ここはもう使わないかなっていうところなので、切り飛ばして、しまおうと思います。ここぐらいだったら、ニッパーか何かでパツッといっちゃえば、こんな感じですね。これで全然大丈夫だと思うんで、これでもうぶつかるところはないかなっていう感じです。そうですね。大丈夫ですね。これで問題ないと思います。で、一応上から見ると、ここがですね、もうサーボが結構、この中にごっそり入ってくるんで、当然メカ積みをするときは、ここは避けないといけないですよね。ここは避けて、メカを積んでいきたいと思います。でもちろんこの辺りは、ここ思いっきり穴が開いちゃった状態なんで、もし気になる方は、こう工作できる方はですね、ここをプラ板でこう埋めるとか、そういうようなことをしてもいいんじゃないかなと思います。今回は一応ここのスペースを使えば、なんとかメカ積みはできそうなので、このままですね、進めてみようと思います。じゃあ一旦ですね、さっき外した4つのネジ、元に戻して、デッキを止めていきたいと思います。はい、さっきの4つですね、ネジを元に戻して締め直して固定しました。で、今回メカ積みなんですけど、一応レイアウトとしてはちょっとこんな感じでいこうかなと思います。ここに受信機。で、ここに ESC。で、これはもちろん、個人個人ですね。こう、どこまで丁寧にやるか、みたいなところとか、いろいろやり方、考え方あると思いますので、お任せするんですけど、今回はこんな感じ。で、こっちは一応両面テープで固定してます。で、こっちはですね、今こんな感じでスカスカなんですけど、一応収まるところにこう収めつつ、実はこのフレームにすると、ここの穴、元々の純正位置に一応開けてあるこの穴がですね、こう使えるんで、ここにこの結束バンド、これをこう通して反対側とこうつなげるような感じにしちゃって固定しようかなと思います。なのでここ通して、このまま下を通すっていうよりは、両方とも上ですね。上を通して、こう2本とも上に行く。で、それを反対側とつなげてギュッと締めちゃうっていう感じで固定してしまおうかなと思います。なので、ここ、今の穴ですね。今の穴ここ通して、で、こちら側を、こう、2本目ですね。こう、1本通したやつに2本目つなげちゃって、で、こんな感じで、こう、反対側ですね。反対側に通して、で、程よく収まるところをちょっと探りつつ、こんな感じかな。こんな感じで、こういらないとこ切りながら、こんな感じですね。こんな感じで今回は止めちゃおうと思います。で、あとはスイッチとかこう戻してですね、各コネクターもまた受信機にこう挿して元に戻すと。で、このサーボの配線ですね。このサーボの配線なんかはこの辺に隙間があって通せると思うので、こう下から通して、この辺ですね。この辺に持ってきて受信機に挿してあげればいいのかなと思います。で、一応挿す場所としては、今のサーボですね。サーボのコネクターが1番、で、2番に ESC ですね。で、これはお使いのプロポセット、受信機によると思うんですけど、今回ターボレーシング使ってますので、シフトチェンジ、ミッションのサーボは3番ですね。で、モーターのコネクターも元に戻すと。で、つなげてあげて、で、ここまで来たら、あとは配線をまた整えて、ボディを元に戻すという流れになってきます。はい、こんな感じですね。一応、ここまとめて、結束バンドでまとめましたと。で、これですよね。これを元に戻して、はい、こんな感じですね。こんな感じで、あとはもうボディをつけちゃいましょうか。もうつけて完成させちゃいます。
その前にちょっとバッテリーつけて、まだ動かしてなかったと思うんで、一応動かしておきます。動作チェックも兼ねて、ボディつけた後に、どこかうまくいってなかったら、またボディ外さないといけないんで、ちょっと面倒じゃないですか。なので、一応ここで動作チェックはしておくのがいいのかなと思います。一応、動きとしてはこんな感じですね。これが、サーボをアクセルにマウントしたことによって、思いっきり右に切ったり、思いっきり左に切ったりしても、当然、ここにもうサーボが乗っていないので、こう影響がないですね。なので、こう綺麗にステアリングが切れると。これめちゃめちゃ気持ちいいですよね。で、バンプステアって言って、このサスがですね、こうストロークしたときに、全然ステアリングに影響がないと。これも、このアクセルの上にサーボをマウントすることによって非常に気持ちよくなるところですね。はい、じゃあ動作問題なさそうなので、このままボディですね、つけていこうと思います。あ、そうだ、今ちょっと思ったんですけど、ここ、上のやつだけ背の低いやつに変えてみましょうか。ここの玉を背の高い方使ったんですけど、多分背の低い方使っても干渉しないと思うんで、これですね、この今こっちがついてたんですけど、こっちの形似てるけど背の低いやつがあるんで、これもしお手持ちであればこっちにしてもいいかもしれないです。これをここにつけて、でここですね、貫通させるように2個同時付け。一応左右に大きくずれたりしないようになるべく揃えて締め込むと。そうですね、こっちの方がまだちょっとこう、まだでもちょっとずれてるか。あ、そんなことないか。これまっすぐにしたら。あ、そうですね。これで、ここが平行になったので、この方が気持ちいいですね。こんな感じで。で、一応ちょっと動作チェックもう一回。そうですね。これで、問題なく動いてますので、これでいいんじゃないかなと思います。まあ、この辺は本当に微調整のところなので、ちょっとこだわりたいなっていう人だけ、こだわっていただければいいような部分にはなると思いますけど、もちろん、全部一度にやらなくても、だんだんとですね、こう、微調整していくみたいな、そんなやり方でも全然いいと思いますので、まあ、参考にしていただければと思います。じゃあ、これでようやくですね、ボディですね、元に戻していきたいと思います。はい、タイヤもつけました。こんな感じです。もう見るからにめちゃめちゃ上がってますね。これでフルコースですよね。フルコースで、やった状態になるかなと。今回のパーツ、まずリフトアップフレームを使いました。で、さらに、今回の場合はって感じなんですけれども、もともと入っていなかったパーツである、リフトアップ用のメタルリンケージですね。メタルリンケージも同時に入れましたと。なので、この影響も今回はあるんですけど、さらに、これはリフト量には関係ないですが、ここですね、アクセルサーボマウントをつけましたと。で、こんな感じになります。ここがすごいですよね。ここが。で、一応どれぐらい変わったかっていうのを測ってみたいと思います。こんな感じで、そうですね、23ミリ。23ミリなので、もともとが16ミリでしたっけ ?16 ミリだったので、7ミリか。7ミリ車高が上がったっていう計算になりますね。で、この7ミリ上がってるっていうのは、今回の場合は、このメタルリンケージセットも入れてますので、その影響も若干あるんですけれども、計算上は元々のジオメトリー、フレームに開いてた穴が5ミリずれましたので、計算上はこのリフトアップフレームを入れることによって、入れる前と比べて5ミリ上がるというような形になります。で、これでまだ上げたい場合は、リフトアップスペーサーっていうのがあるので、それをアクセルトラスとアクセルの間にかましてあげれば、その分だけまたリフトアップはできるんですけど、これだけ上がってれば問題ないんじゃないかなと思います。このプロペラシャフトの角度も全然変わってますよね。これぐらい斜めになってるんで、この腹下の地上高もかなり上がってますので、走破性っていうところでは結構
変わってくるんじゃないかなと思います。ただもちろん重心は上がりますので、リフトアップのしすぎにも注意なんですけど、そのあたりは好みだったり考え方だったりあると思いますので、もしよければですね、このリフトアップフレームを使ってこんな風に思いっきり、リフトしてみるというのを楽しんでいただければと思います。で、ちなみに足上げしておくと、こんな感じですね。こう、思いっきり上げて、で、結構この足の動きもこのフレームにすると良くなります。最初にちょっと説明したんですけど、ここの穴の開ける位置ですね、ちょっと工夫したんで、結構上がりやすくなっていて、足も動きやすくなってます。で、こう、物理的な限界ですね。構造的な限界までこう上げたときに、もうここが当たらなくなる。これ今これ以上いかないんですけど、ちょうどこう当たらなくなるぐらい。っていうような感じになります。こんな感じですね。で、あと、これは何度かもう作業しながら説明しましたけど、このサーボですね。サーボをここにマウントしたんで、こう思いっきり上げたとき、こう斜めになったときでも、サーボはこのアクセルの方に追従しているような形になりますので、これでステアリングの影響は全然ない。こう動いたとしても。そんなような感じになってます。ここまでやるのは正直結構、もう動画今ここまで見てる時点で多分、全然わかると思うんですけど、大変ですよね。大変なんですけど、もしお気に入りの1台、これは思いっきりいじりたいみたいのが、ある方ですね。よければここまでやっていただくと、走りもですね、正直相当良くなってかなり楽しめる車になるのかなと思いますので、よければチャレンジしていただければと思います。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。